皆さんこんにちは、さくらんです。今回はビッグビッグワンのゲールホールセンサーを紹介したいと思います。以前の動画でビッグビッグワンのゲールを紹介しました。ゲールは 1000Hz のポーリングレートや12ビットのスティックなど業界最高グレードのハードウェアを搭載し、値段を抑えたコスパのいいコントローラーでした。今回紹介するのは、このゲールにホールセンサースティックが搭載されたゲールホールセンサーです。ゲールとゲールホールセンサーの違いは、ホールセンサースティック以外にも、スティックのデッドゾーンをマイナスデッドゾーンにできる、など気になる機能がいくつかあるようです。早速開封してレビューしてみたいと思います。ゲールが気になる方は、こちらの動画をぜひチェックしてみてください。外箱はゲールとほとんど同じですが、ゲールホールセンサーには右上にホールセンサージョイスティックと記載されていますね。右側面や底面には特に違いはないですね。左側面の記載は同じですが、ゲールホールセンサーにはホールセンサージョイスティックが追加されています。背面は同じですね。開封してみましょう。まずはゲールホールセンサーです。艶消しのブラックカラーです。次は USB ドングル。こちらは充電スタンドです。一番下にはUSB Type-A to C ケーブル。こちらはサムスティックですね。高さが違うものが2セット付属されています。あとは取扱説明書などが入っています。内容物はこんな感じです。ゲールとの違いはサムスティックですね。ゲールホールセンサーにはサムスティックが付属されています。ゲールホールセンサーの色展開はブラックのみです。ゲールはブラックとホワイトがありました。サイズは横幅約15センチ、縦幅約11センチ、厚さ約 4.5 センチです。ゲールと同じサイズですね。ちなみにプロコンとサイズを比べてみるとこんな感じです。重さは 231g です。対応機器は Nintendo Switch、Windows、Android、iOS です。接続方法は Bluetooth 接続、有線接続、付属のドングルを使用しての 2.4GHz 帯の低遅延の無線接続です。ゲールホールセンサーにはゲールと同じくスイッチモードと X インプットモードの2つのモードが搭載されています。A ボタンとホームボタンを2秒間長押しすると、ホームランプが赤色に点灯し、スイッチモードに。B ボタンとホームボタンを2秒間長押しすると、ホームランプが緑色に点灯し、X インプットモードになります。接続する際に対応したモードに切り替えて接続しましょう。ゲールと同じく、ポーリングレートは有線接続で約 1000Hz です。一般的なコントローラーのポーリングレートは有線接続でだいたい約 200Hz 前後なので 1000Hz はとても速いです。ゲールホールセンサーは Nintendo Switch に接続した際、ホームボタン長押しでスイッチのスリープを解除することはできません。ゲールホールセンサーはゲールと同じく 1000mAh の大容量バッテリーが搭載されています。同じ価格帯のコントローラーの2倍の容量だそうです。ゲールホールセンサーの価格は充電スタンドとセットで税込 8,999 円です。ゲールはゲールコントローラーのみが税込 6,999 円、充電スタンドのセットが税込 8,999 円です。今のところゲールホールセンサーは充電スタンドとセットの販売のみのようです。
ゲールホールセンサーの外観はこんな感じです。艶消しのブラックカラーのボディにスティック周りのオレンジカラーが映えますね。搭載されているボタンや配置はゲールと全く同じです。A、B、X、Y ボタンのサイズは約 9.6mm です。ボタン配置は Xbox 仕様になっていて、内側にスイッチ仕様の配置が書かれています。ボタンはツルツルしていて丸っこい形状です。押し心地はカチカチとしっかりクリック感があります。スティックの直径は約 17mm です。素材はゴム感の強いゴム素材で、重心がへこみ、ドット模様の滑り止めと縁に溝があるので滑りにくくなっています。ゲールホールセンサーのスティックはホールセンサースティックです。無接触センサーが物理的な消耗をなくし、ドリフトが起きにくくなり、耐久性が抜群、使用寿命が大幅に長くなりました。スティックの軸がゲールはプラスチックでしたが、ゲールホールセンサーは金属製になっているのも嬉しいアップデートですね。スティックの押し込みボタンはしっかりクリック感のある押し心地です。また、ゲールホールセンサーには交換可能なサムスティックが付属されています。簡単に交換できて手軽に高さが変えられます。それぞれのサムスティックの直径と高さはこんな感じです。デフォルトで搭載されているのは一番高さが低いものになります。ゲールホールセンサーはゲールと同じくスティックには12ビットスティックが採用されており、精度、照準が向上しているとのことです。方向キーの直径は約 21.6mm です。押し心地はカチカチという感じではなく、軽いクリック感の押し心地という感じです。一番下の小さいボタンはファンクションボタンです。ファンクションボタンでは連射の設定、ボタンのマッピング、スティックのデッドゾーンの切り替え、振動の設定、音量調整などをすることができます。上部の外観はこんな感じです。上部も搭載されているものはゲールと全く同じですね。LB、RB ボタンはサイズが大きくとても押しやすいです。カチカチとしっかりクリック感があり、押し心地のいいボタンです。LT、RT ボタンはトリガー式で255段階のホールセンサーのトリガーが採用されています。トリガーストップなどは搭載されていません。トリガーストップも欲しかったですね。背面の外観はこんな感じです。背面も搭載されているものはゲールと全く同じです。4つの背面ボタンにはファンクションボタンや PC ツールを使用してお好きなボタンを割り当てることができます。押し心地はしっかりクリック感があり、とても押しやすいです。少し硬めの押し心地なので、誤って押してしまう心配はなさそうです。底面はゲールと同じく搭載されているものはありません。グリップはこんな感じです。ドット模様になっていて滑りにくくなっていますが、あまりザラザラ感は強くないので少し滑りやすい感じがします。握り心地をプロコンと比べると、ゲールホールセンサーはこの上の部分までしっかりとグリップの盛り上がりがあるので、握った時の中指の部分がプロコンよりも大きく感じる握り心地です。充電スタンドのサイズは横幅約 12.5 センチ、縦幅約 7.5 センチ、高さ約 6.5 センチです。ビッグビッグオーのロゴだけが入っていてシンプルな外観です。底面には滑り止めのゴム素材が搭載されています。カチッと乗せるだけで充電することができるのでとっても便利です。また、スタンドの背面には付属の USB ドングルを収納することができるようになっています。
手軽に充電、収納できる充電スタンドは便利ですね。ゲールホールセンサーは振動機能もアップデートしました。搭載されているモーターがサイズアップし、振動の強さがより大きくなりました。また、ゲールよりも正確にモーターを制御できるようになり、低速回転時の振動がより繊細になったとのことです。正直、デフォルトの振動の大きさにはびっくりしました。ゲールと比べるとこんな感じ。プロコンと比べるとこんなに強いんです。ファンクションボタンと十字ボタン右で振動のオン・オフをすることができますが、振動の強弱の調整は PC ツールで設定する必要があります。ゲールホールセンサーはゲールと同じく PC ツールを使用して様々なカスタマイズをすることができます。ジャイロ、モーションセンサーの設定。スティックの設定では、デッドゾーン0だけではなく、マイナスデッドゾーンも設定できるようになりました。マイナスデッドゾーンは、ゲーム内設定のデッドゾーンを消す機能です。デッドゾーンが消せないゲームに嬉しい機能ですね。トリガーの設定では、クイックトリガーをオンにすると、トリガーの入力が1か0かのスイッチモードになります。ボタンのマッピング、連射設定では、コントローラー上のボタンのマッピングはもちろん、キーボードキーのボタンのマッピングもすることができます。その他では、振動の強弱の設定ができます。マクロでは、背面のどのボタンにマクロを割り当てるかなどを設定し、50ステップまでのマクロを登録することができます。詳細にカスタマイズができる PC ツールですが、ビッグビッグウォンにはとっても便利なアプリがあるんですよね。このアプリにはゲールホールセンサーもゲールもまだ対応していないようです。アプリに対応してくれるともっと手軽で便利ですね。PC ツールでスティック感度を0にしてスティック感度を調べてみます。まずは任天堂スイッチ。遅延は感じず、倒した方向に反応しています。ぐるぐる回してみても、カクカクせず、ぬるぬる滑らかですね。ほんの少し傾けてみても、しっかり反応しています。PC ツールで設定した通り、デッドゾーンはほぼ0と言っていいと思います。次はパソコンに接続して、ゲームパッドテスターで調べてみます。スイッチと同じく手の動き通りに反応し、ぬるぬる滑らか。少しの傾きにもしっかり反応しますね。スティック感度に問題はなさそうですね。次はジャイロ感度を調べてみましょう。スイッチに接続してスプラトゥーン3で試してみます。上下左右どの方向にも手の動きにピタッとついてきます。素早い動きにも反応してくれますね。特に大きな違和感は感じないです。ビッグビッグワンのコントローラーはジャイロ感度が素晴らしいんですよね。プロコンと全く同じ操作感ではないと思いますが、ほとんど変わらず特に違和感のない操作感のジャイロです。ゲールホールセンサーはゲールと同じくモーションコントロールが搭載されています。コントローラーを傾けるだけでスティックを操作することができる機能です。モーションコントロールは PC ツールで設定することができます。スイッチのジャイロセンサー、加速度センサーとは異なるものなので、スイッチでゲールホールセンサーを使用する場合は、モーションコントロールをオフにしておきましょう。
プラトゥーン3をプレイしてみました。ボタンも押しやすいし、スティックも滑りにくくて操作がしやすいです。ジャイロは気になる遅延や違和感は私は感じませんでした。普段プロコンでプレイしていますが、握り心地が違うので、初めはなんだか少し違和感がありましたが、ゲールホールセンサーの握り心地に慣れてしまえば、普段通りの操作で特に違和感なくプレイすることができました。スプラトゥーンにはふかふかのトリガーが使いづらいですね。背面ボタンにトリガーを割り当てるか、PC ツールでトリガーを1か0のスイッチモードに切り替えた方がプレイしやすいと思います。また、デフォルトだと振動がめちゃくちゃ強くて、ちょっと手が痒くなりました。コントローラーで振動をオフにするか、PC ツールで振動の強さを弱く設定するのがおすすめかなと思います。握り心地に慣れてしまえば、気になるほどの遅延や違和感は感じず、ジャイロが重要なスプラトゥーンでも問題なく楽しく遊べると思います。次はパソコンに接続してフォートナイトをプレイしてみました。私は普段フォートナイトでジャイロを使用しているので、今回はジャイロのような操作ができるモーションコントロールをオンにしてプレイしました。PC フォートナイトのジャイロに対応しているコントローラーはデュアルセンスエッジ、デュアルセンス、デュアルショック4だけなんですよね。なのでモーションコントロールのようにジャイロのような操作ができる機能はとっても嬉しいです。PC フォートナイトをモーションコントロールでプレイした時の欠点は、武器チェンなどがしにくいというところですかね。モーションコントロールで勝手に動いてしまうので、慣れるまでちょっと武器チェンが難しいです。また、有線接続のポーリングレートが 1000Hz なので、有線接続で遊んでいるのですが、付属のケーブルが約90センチしかないので、有線接続にはちょっと短いですね。FPS や TPS には上部のトリガーが使いづらいですね。やっぱりトリガーストップが搭載されているとより嬉しかったなぁと思います。その他に気になる点はないですね。マイナスデッドゾーンにもできるので、幅広いジャンルのゲームに使用できるコスパのいい万能なコントローラーだと思います。今回はビッグビッグオンのゲールホールセンサーを詳細にレビューしてみました。ゲールからアップデートした点は、ホールセンサースティックが搭載で、スティックの寿命が大幅にアップ。大きなモーターが搭載され、振動の強さがより大きくかつ繊細な調節ができるようになった。スティックが交換可能になり、3種類の高さのサムスティックが付属。PC ツールでマイナスデッドゾーンの設定が可能というところですね。残念な点はトリガーストップが搭載されていない点と、詳細設定に PC ツールが必要というところですね。アプリにも対応してほしいです。今後に期待します。今回紹介した商品のリンクは概要欄に貼っていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。今回の動画は以上です。この動画が参考になった方は、高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。